どうもひげこいです。今回は富士フイルム X100V を5ヶ月使ったレビューをします。大きなカメラを持ち歩くのが苦手。リビングでさっと子供を撮りたい。現像する時間があまりない。かっこいいカメラが欲しい。こんな方におすすめしたいカメラです。X100 シリーズはストリートスナップ向けに作られていますが、僕はほぼ家族写真しか撮っていません。それでも買って間違いないカメラだと思っていますので、家族の作例を多めで紹介していこうと思います。まずやっぱり気になるのはどんな写真を撮れるのかということだと思いますので、作例を載せていきます。作品というレベルの写真はありませんが、日常を残すカメラとしてはかなりおすすめです。前のモデルの X100F よりもオートフォーカスも向上したと言われていますが、体感では速度よりも少し暗いところでもたつかなくなったことや、動いている息子にピントを合わせやすくなったかなということが大きいと思います。あと、レンズが新しくなっているので解像感が上がったことはすごく現れています。特徴は、ホールド感のあるふわっとした写りではなくなった、開放 F2 でもやっとせずなかなかの解像感。こんな感じです。レンズ性能が向上したのは間違いありませんが、X100F のファンも多く、前のレンズの方が良かったという声も少しだけ聞きました。個人的には現行レンズが良くないとは思いませんが、X100F を手放せない理由ができてしまったなとは思います。やっぱり X100F のレンズも好きなんですよね。瞳 AF はそこそこで、顔認証オンだと横を向いた時に結構ピントが迷うので、顔認証オフプラスシングルスポットが一番好きな設定です。フィルムシミュレーションは別の動画を撮っていますので概要欄にリンクを貼っておきます。次は動画の作例です。X100F から進化したポイントですごく気に入っているのは動画の AFC 性能の向上、顔認証の向上です。他の方の動画を見ると X100V は動画に向いていないという意見もちらほら見かけますが、個人的には全然使えると思っています。使えるというレベルが作品なのか日常や Vlog に使えるかっていうのでも変わってきますが、子供の動画をいい感じに撮りたいぐらいのレベルなら全く問題ありません。X100V の動画の強みは写真で使っているフィルムシミュレーションを動画にも適用できることで、使いにくさを感じるポイントは手ブレ補正がないことです。あと一応物撮り動画も X100V で撮っていますが結構使えるなと思っています。被写体がたくさんあるとピント位置を迷ってしまう時がありますが、そんな時は先にピントを合わせてマニュアルフォーカスに切り替えています。次はデザインですが、一番のポイントはクラシカルな見た目です。友人にもこれって昔のカメラと聞かれたことがあるほどです。どこがかっこいいかっていうよりかは、全てのバランスの良さや質感が合わさってかっこいいという印象なんですが、人それぞれで好きなポイントやパーツはありそうです。一つだけちょっと悔やんでいるのはやっぱり X100V はブラックにしておけばよかったかなという風に思う時はたまにあります。シルバーが先に発売されてしまったのでついつい飛びついてしまいましたが、やっぱりブラックが欲しいなと思う時が結構あるんですよね。特徴的なのが軍艦部のダイヤルの多さですが、富士フイルムのカメラの人気ポイントの一つでもあります。このダイヤルがなかなか慣れない方もいるっていう話もよく見かけるので、富士フイルムを好きになるかどうかの分かれ目かなとも思います。富士に慣れた方は他のメーカーのカメラを使いにくいと感じるように、逆もまた当然あり得ることだと思います。次は操作性や機能の進化について、操作系統は軽く進化したポイントについてお話ししていこうと思います。ポイントは3つ。シェルト液晶の搭載、ISO ダイヤルの操作性が向上、タッチ操作、タッチシャッターの搭載。シルトは子供を撮るときにはかなり便利で、低い位置で迫力のある写真が増えました。ISO ダイヤルは X100F の場合、ダイヤルの外側を上に上げてもずっと持っておかなければならなかったんですけど、ガチッと固定できるようになったので操作しやすくなりました。タッチ操作は使わない方にとっては邪魔かもしれませんが、X100V は背面の D パッドという十字キーがなくなったので、上下左右のフリックにファンクションキーを割り当てることができるようになりました。タッチが好きではない方はオフにしておけば問題ありません。あとは充電の端子が USB-C になったことと、撮影しながら USB で充電できる USB 給電の機能もすごくいい進化です。最近は USB-C のケーブルも増えてきているので、ケーブルを統一したい方にとってはすごくいいポイントかなと思っています。最後は16万という価格設定についてお話しします。価格は正直少し高めかなと思ったりはしますけど、僕はこのお値段で購入したことを悔やむことはありませんけど、コンデジにしては少し高いので手を出しにくいのは確かかなと思います。X100F は価格 .com で初値を見ると、最安値が13万9000円ぐらいで、
X100V は16万3000円ぐらいなので、まあまあ高くなっています。ただ僕自身満足度はすごく高いですし、使っていて不満を感じることは全くありません。XT4 も持っていますが、メインカメラはやっぱり X100V です。子供がいる僕にとっては X100V は最高に持ち出しやすいカメラです。X100V はそばに置いておきたいと思うカメラなので、ぜひ一度手に取ってみていただきたいと思います。それでは今回の動画が良かったと思ったらコメントなどお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。